壊れないように。いや壊れないんですけどトーンを削るのにちょっと向いてるナイフがあると。こんな武器持ってやるんですね。武器じゃないんですでもこれが一番面白かった。何でしたっけ。耳かき。違いますHello。どうも。漫画アーティストが来てますが、軽く自己紹介してください。漫画業界で10年ほど働いていますアシスタントのマイキーです。珍しいものがこの机に置いてあるんですけど、これは何ですか。これ僕の道具入れです。危なそうな道具が現れてるんですけど、でどういう風に開けるんですか。外して。なるほど。漫画アーティストが一番よく使われてるのは何ですか。ペンですね。インクが入っていないペン。インク入ってないこれは G ペンですか。そうですね。G ペン先のことでペン先の部分が G ペン。これはインクに入れて、インクにつけて使うものですね。何が特別このホルダー両方、このホルダーだけじゃないですけど、両方つけられるのと、あと留め方がこの留める形がこうねじってこうギュッと締め付ける感じなので、普通の刺すやつだとだんだんガバガバになってきて緩くなっちゃうんですよね。なるほど。なんで僕はそれが嫌だったんで、そうなるとペン軸を変えないといけなくなるんでこれにしました。普通にお店で買えるんですか。この同じやつはもう売ってなくて、じゃあ今見てる道具は伝説のもう売っていないものもありますね。伝説かわかんないですけどでも同じようなものは多分あるので、なるほど。普通に G ペンと丸ペン使えるやつはあるので大丈夫です。でこういう形だと、入れるときは指が痛くない。それは自分の注意力の問題なんで痛くない。私やり方間違えてるんだ。大丈夫ですよ。じゃあ普通に入れるんだ。入れてこういう感じですね。 G ペンは丸ペンより何が特別なんですか。引ける線の種類が多いですね。太いのから細いのまで引けます。丸ペンはあんまり太くは引きにくいですね。細い繊細なものを書くとこを使います。どれくらい書いてインクがなくなるんですか。多分乾燥してるかどうかにもよるんですけど、この辺でもうそろそろ切れるかなみたいな感じで切れていきますね。でも結構書けるんですよ。比べて丸ペンも見ていいですか。そもそも細いですけど、一応太くも引けるんですけど、そもそも太くなりにくいので、太く引いちゃうと結構ペン先は死にやすいかな。細い線はもっとバックグラウンド用ですか。そうですね。背景とか効果線みたいな。なるほど。G ペンの方がこの、もっと持ちやすいようなものがあるんですけど、ここはないですね。ちゃんと一応理由はあって、こっちは本当インクじゃなくてホワイトっていう修正用のホワイトペンを使うんで、修正用に使うペンなんであんまり頻度が高くないので、これグリップつけるほどではないなと。こっちは握りっぱなしが多いからグリップつけてるんですね。それなんていうものですか。これ自体ですか。ペンマクソンのというメーカー。マクソンはもうないんですか。マクソンのこのペン軸はないですね。でもマクソンという会社はまだ会社の存続まではちょっと分かんないですけど壊れないように。いや壊れないんですね。ナンバー3とこれは何が違うんですか。後ろないだけです。それだけですね。なんでこっちの方が軽いんですよね。確かに。そんなに変わらないんですけど。そう変わらないですけどね。でこれは丸ペンですけど G ペンも入れられるんですか。いやこれは丸ペンのみです。一応書き分けのために2つ持ってて、さっき言ったようにこっちは G ペンを使うよう、こっちはホワイトっていう白を使う時のやつで、こっちは背景書く時のやつみたいな。でたまにお腹が空いたらこういうふうに。どういうことですか。で次はペンじゃないですね。これカッターナイフ。アートナイフ。トーンカッター。トーンカッター。じゃあこれはトーンを切るためだけのものですね。一応こっちはトーンカッターとして有名なんですけど、こっちはアートナイフって多分工作とかいろんな素材でも使うやつなんですけど、なんで日本あるかっていうと、僕の知り合いがトーンを削るのにちょっと向いてるナイフがあると。ちょっとテクスチャー入れるぼんやりさせたりするのに使うので、トーンって角度が大事なんですけど、それとかを見定めてやるのが苦手な人でもなんとなく綺麗にできるよみたいなこと言われたので買った。特にこの形は持ちやすくなるためだけですね。で形別に僕が作ったわけじゃないんであれなんですけど、これちょっと類似品もあって同じメーカーなんですけどちょっと作りが違うのもあるんで、お買い求めの時はお気をつけくださいって感じなんですけど。こんな武器持ってやるんですね。武器じゃないんです。次はこれも買った。
じゃあカッターは3つくらい。3つっていうか、僕はカッター1本でやるんですけど、これは何のためなの？これは原稿も切ったりすることがあるんですよね。分割して作業するときにどうしても使う。でも僕はトーンカッターもこれでやるんですけど、一応必需品として持ってますね。なるほど。ペンよりカッターナイフの方がなんか多いですね。なんか別に武器として持ってるわけじゃないですけど、はい、これは普通にどこでも買える、別に漫画のためのカッターナイフじゃないです。はい、これは何というペンですか？これはピグマっていうところのメーカーのミリペンっていうんですけど、基本的にこれで枠線を引いたりとかすることが多くて、でだいたい 0.8 ぐらいが僕らは枠線の太さとして使うことが多いので、0.8 から1とかなんで、これは一応常備してます。こういうコマの四角とか、四角結構細いですね。そうっすね。でも原稿で使うとき結構この太さを使ってる人多いですね。僕が行ったところはですけど、ピグマは多分この商品名だと思うんで、メーカーは多分この桜で1個だけで足りるんですか？他にもありますけど 0.8 が多いんで、もう 0.8 ばっかり。他に使ってるんですか、このペン？コマ以外にちっちゃいところ塗りつぶすときは使うときもありますけど、あとベタに黒く塗りつぶしても鉛筆線これで塗りつぶせば見えるんですよね。そうなんですか。なんでベタに塗った後にホワイトでなんか描く、白で描くときとか上にかぶせてはこれでたまに塗ったりします。その部分だけ、鉛筆で描いてある部分だけ。なるほど。で耳かきじゃないどう見てもこれ耳かきじゃないですか。耳かきだとしたらこっちなんすか？やったことないけどトーンを抑えるやつ、抑えて貼り付けるやつ。なるほど。こっち側が小さい、ただより強く抑えるとこみたいな。なるほど。細く切ったところとかを、あと角ができててなんか引っかかって剥がれそうだなみたいなところを、そういうのでガッチリ押さえて、なるほど、取れないようにする感じですね。そしてたまにいや違うなんでどうしても耳かきに行こうとするんですか？絶対そういうようなものって知ったんじゃない？絶対の意味分かってます全然使わないから、それ耳かきに。じゃあ本当にトーンのために作ってやるものです。いや疑ってんすかというわけで全部ペンを見せてくれると思ったんだけど、本当はペンがこれとこれだけですね。ペンはね、ペンはこの2つのもので、ほとんどナイフの言い方だと武器みたいになるからそしてこの耳かきで、耳かきじゃないからね耳かきじゃないよね、でいろんなインクも一応これ今出しているので、これだけで足りるんですか？一応これはパイロットさんから出てる製図用っていうやつで、もう一個証券用っていう同じ形のやつがあるんですけど、それ2種類違って、耐水性か耐水性じゃないか、線引いた後に色を塗るときいわゆる想像で笑っちゃった。水に強いっていうのは何？雨の中で雨が今それの説明をしようとしてこれ製図用は水に弱いというか、インクにじんじゃうんですよ。だから雨の日とかじゃなくてコピックとかで色を塗るときにこれを使って塗っちゃうとインクがにじんじゃうんですよね。で証券用は一応耐水性なので、証券用で書いておけばコピックで塗ってもにじまないっていう。なるほど。では5つのよく、これは一番よく使われている、スタンダードに使うやつ。全部 G ペンだと思ったんだ。全部 G ペンだったら1個でいいでしょG ペンが一番なんか大事なものと思って、なんかいろんな G ペンがあると思った。G ペンの種類がいっぱい。なんかすごいいろんな、本当はこれだけでもう十分ですね。なんでちょっと残念そうなんですか？カッターナイフが多かった。でもこれが一番面白かった。何でしたっけ？耳かき。違いますねでは5つの道具紹介してくれました、ありがとうございます。ありがとうございます。でいっぱいいろんな他の不思議な形の道具がいろいろあるので、また今度紹介してください。グバイ。グバイ。ごめんなさい。これでいいんすか？Our idea is to have a manga and start it from scratch to actually publishing it. So I've been working professionally as an artist in Japan for about 3 or 4 years. Before that, I studied in a manga school for about 2 years. This is like a replica of an old famous pencil that apparently famous people used to use. It's not actually that much better than a normal pencil,